崩れてんだよ。やっぱり相撲の伝統はやっぱり最後まで守りたいんだよ。何でも言ってもなバカやろ。言ってることは序の口だもん。横綱相手いるのに。よっよっよーまず2人の関係値。まあ一番近い話は親方と同じ地元なのね。ほとんどハワイ行ったらハワイの西の方。西の方に、まあ西の方に入ってくるが一番手前のところに住んでる。私は一番奥のところにいるんだ。一番会った時いつだった？私は序の口優勝した後にちらっと見た土俵が入っていたとこ、車から降りて初めて喋ってはその半年後だよ。そうそう、私が三段目優勝着替えてるとこに入っていった。当時はどの位置にいらっしゃっ大関。だって親方ね何年後で入ってるからな。全然8年ぐらい年が。そうはい、そうさあやっぱり、ね、おじいちゃんがね、まあ部屋も違うし一門も違うし、そうそう武蔵川部屋だからここ高砂部でしたから会うことは不可能。相撲番以外はあと巡業先とかた？挨拶に行こうというふうに思ってたんですえか？挨拶しなきゃって思ってたんですか当時？いや、あいつだってそれが日本伝統なものだから、ハワイだってこうたち見て兄弟みたいなもんで、そういうわざわざ愛後輩先輩ってないし、ないんですよ。あってスポーツはそれは挨拶するよ。わざわざ電話はしないよ。そういう別にない。だから今の関係もそうなかなかリスペクトしてくれないから自分たちもね本当に説明しにくいんだよ。いや、私は初めて稽古つけてもらったよ。なんかでっかい人いるなと思ってあの人が出てきて、じゃあ親方が毎日「あ、尾関ちょっと無意識ちょっと人がいてちょっと丸お願いします」って胸出せって言うからね。マックス隊の力士でこんな重いみたいな人が胸出してくれて、ダメだよ。重い人がね、こんなどうやって押していくんだこれと思って、やっぱり今までやってるね、やっぱりぶつかりまた違うんで、やっぱり幅があるんだよ。で重いんだよ、難しいよこれ押すんだ。それでパワー出たからね。途中からお前死ぬんじゃないかなと思ってだんだんこいつがだんだん上手になってね、俺が来る前にぶつかり結構やってんだよ。早く行かないとダンプトラックが来るよと思って、もうすごいだんだん覚えていって、だんだんこう「もうやってんなあいつ」って言ってんだよ。まあ親方やっとこうね部屋で行って特にね部屋持ってこう話すること多くなってきたね、やっぱり仕事柄で。で本当におとなしいでずっと自分の仲間以外は喋んないから、外の人に「あこいつくらいな」とか、だからマスコミ聞くの武蔵丸一番人気なかった。知らない人も喋んないの。マスコミも喋んないの。マスコミは怖くて、みんな怖くて、俺が丸のとこ行かないんだよ。みんなもうこういう顔するからもうみんな怖くて、昭和の時代の力士たちみんなそう。今みたいにマスコミベラベラ力士も喋ることなかった。俺だって喋んない。昔はもう喋るなって言われた。喋るがバカだからっていう。喋るなって言って。親方にですか？いや大体そういう雰囲気作る。いやそういう雰囲気だよ。でインタビューされても「はい頑張ります」とか昔は言われて、今みたいに礼儀に対してやっぱり相手に対してね。だって当時はねマスコミとこういう私たちの関係はもう喋れない。俺たち平気に怒る。何でも言ってこないバカやろいやもうだからバカな子聞こえるよ。バカな子聞こえるよ。相撲見てるのに来てんのよとか本当に言うたくないけど、マスコミ相撲記者のレベルの聞くことが腹立つね。今日の相撲どうですかって見てる相撲だってお前何の記者してんので結婚してからカッてしてから「いや嫁さんどうやって
言われるかなってどうでもいいやそのこといや、負けた後が面白いよ。そ太りすぎって言われるよ。うそう負けた後がもうだんだん潰されるよこうもういろんな変なこと言うよ。いや喋る人は私は喋んねえもん。さっきこのまま喋るからね、なんか映像とかそういう言葉あるけど、こいつ全然言葉ないからね。もうみんな、いやー、よくみんなブツブツ言うね。いやー、武蔵が、まあまあ、横綱武蔵丸はやりにくいな。怖いわ。じゃあスポーツ記者さんとかは結構こう話聞くのが結構大変だったんですか？いや、聞くことがいないもん、俺の前に。みんな怖くて来ないんだよ。俺たちは時代的にね、もう今みたいじゃないの。もう、それだけだいぶ大きい。やっぱりね、相撲取った後に話したいかすと。ね、そこはもう、その顔も見たくないんだよ。もう早く焼肉へ行きたいと俺は思ってる。まあ、それもあるけど、なんかこう、当時だって北の海とか千代の富士だって、そこら辺座って、みんなもう、喋れないもん。喋れないって言って、記者がちゃんと喋ることが決まってないから、もう、なんちゅうの、こう、言ってることが序の口だもん。横綱相手いるのに。なるほど。聞くことがちょっとね。やっぱりレベルの違いがちょっと変わってきたよな。全部。流れ的には全部変わってきたよ。内容的にとか雰囲気をやっぱり昔の方が俺はいいなと思って。まあ、僕はもう引退して、協会離れて自分個人で仕事を始まったけど、そっちから見る分はやっぱりその伝統文化がねどんどん薄くなってる。一番大切な、まあ薄くっていうよりと言ってるよ。俺ははっきり言って崩れてんだよ。で親方がそれを守って私はあれをやっぱり守りたいんだよ、最後まで。やっぱり伝統のね、やっぱり相撲の伝統はやっぱり最後まで守りたいんだよ。やっぱり崩れてんだよ。この伝統にどのぐらい大切か。変な感じがするでしょ、俺喋ってるね。この変な外人2人こう一生懸命守ろうとしてるのに、周りが向かい風すごい感じる、ここ本当に。私たちはやっぱりそのぐらい相撲相撲好きだからね愛してるんだからそれ言えるんだよ。いや、会えなかったら多分もうみんなで適当にやる。いや、そういうんじゃないよ。色がやっぱりその伝統的のものがあるから興味あるんだ、本当の場合。それはいろいろ、まあ、だいぶ変わってるところいっぱいある。例えばこう浴衣一つ着ても普段フラフラしてジャージーとかそういうじゃ増えてきたね。やっぱりそもそも魅力はやっぱりそのちょんまげついて浴衣でもいいし着物でもいいしジンベエの上下でね出かけるのがやっぱりかっこいいな、そのお相撲さんね。やっぱり締め込み本場所のね、あれも昔はね言われてたよ。あんまり派手なものはつけないように、昔は紺とかね抑えめにやっていたよ。紫はやっぱり大関ほどのしか使わないと言われてるんだよ。今はみんな好きな色やってんだよ。ね、力士らしいじゃないことをだんだん増えてきてるんだよ。親方も知ってる、ある部屋だって俵も入れてない部屋もいるし、今学生も増えるけど、学生の中に靴履いて胸出すとかジャージを着て四股踏んだりとか、あれをテレビで見たりとか映像とか見たりとか、これ悲しくてしょうがない。これアマチュアのプロの差がないね。それ見ると。だから伝統が崩れてたよ。そういうとこやっぱり崩ると相撲ただのスポーツになっちゃう。今現在は外国人何魅力あるからスポーツじゃない文化。みんな言われるの。この伝統文化すごいリスペクト感じるっていうことだよ。師匠に寄せてもらったものをそのままね、やっぱり一緒のものやればいいんだ。やっぱりね、それよくない思いっきり帰ってんだよ、全部みんな。やりやすいようにしてんだよ。で僕たち厳しいこと言えなくても、はっきり言って力士今何人入ってるの調べたことある？減ってんだよ。700人もいないんだよ今力士。多分650人もいないんだよ。もう600いるかいないや今。考えられないって。だから表は相撲はチケット入らないけど、外国人ツアーガイドみんなこうツアーを作んでやってるけど、中身はどんどん薄くなってるんだよ。
皆さんの現役は何人ぐらいいらっしゃる？いや、私は入ってる年は1000人超えてたよ。だって若鷹時代だから1200人いるよ。僕の時代ずっと平均700人から800人の時代だから。850人ぐらい。だからもう今30年経っても半分もないくらい。だからそう考えると、相撲の人気は日本の中ではあまりないっていう感じがする。テレビの今流行りだからテレビのみんな飯食ったりとか、そればっかり見せたらみんなそれで盛り上がってる。今の時代もうポップコーチャーみたいにネット見れば人気出るね。ネット出れば関取より最近若い人が人気あるもん。YouTube ばっかりやってるから。昔は大食いとか食べる番組はダメだよ、本当は。昔は絶対出してダメだよ、テレビ。今は普通になんかやってるよ、ずっと食べ番組。難しいけど、この伝統文化はこの時代に乗るっていうことはちゃんと選ばないとノリが悪くて、そのノリがだんだん外れるの。この本当のファンがやっぱり見てる本当のファンみんな分かってる。この、伝統文化、この相撲という文化をこう残すで続けるっていう意味で、親方が今この部屋を持つことになってから、そのどこを一番こう重要というか守ってるというか。いや、昔、今やってるものは昔から教えてもらって、いや今やってるよ。いや、他の部屋はっきり言って僕もいろんな部屋行くけど、守る部屋はほとんどないと思う。昨日もお客さん来たけど、飲み物絶対やってる間に飲んでダメだよとか、携帯電話絶対ぐちぐちで写真は撮るいいけど、ずーっと携帯見ながら結構絶対それディスリスペクトだから、必ずお客さんに厳しく言って、この子たちはもう人生かけてるから、毎日これを飯食おうとしてる子たちだから、仕事場遊び場じゃないし、映画館でもないし。だから食べ物と飲み物も作るなっていう。いつもそこにサイン置いてんだよ、そこで。そういうことをちゃんと今現代、僕ある辺見に行ったら、足は投げるよ、ジュースは飲んでる、こうやって座ってる、喋ってる、立って座ったりとか。俺アメリカでやってるけど、あちこちの領事館がイベントで桜フェスティバルとか、何々フェスティバルやってる、偽物の相撲取り使ってんだよ。だからすっごいもう一回感じる。こう一生懸命この伝統をアメリカで通してるのに、本当の日本人が偽物やってる。やめて歴史いっぱいいるから、お願いすればそんな高いもんじゃない、飛行機代とか飯代とかちょっと小遣いで払えばみんな貸せばいいのに、もうケツ出てる外人さんとかも足すごい丸めてしてるし、だからそれを僕見るとすっごい悲しい。結構いろんなビジネスにあってニューヨークでみんな見に来てびっくりして、こんなちゃんとしたもの初めて見てびっくりしましたよっていう。いやだから僕が言う太ればいいねと思ってるみんな。そうだからそういうイメージがついてる。太ればお相撲さんだよ。それでも相撲ってそうめっちゃ見るよ。何相撲も全部タイトルつけてんだよ。興味あるぞ、いっぱい。そう、興味あるいっぱいいる。もうびっくりしてから、どの州でも今相撲やってる。どの州でも。もうすごいよ、今。本当にすごいよ。もうすごい。アメリカだよ。アメリカにヨーロッパだからウクライナみんな強いの。気をつけないと、ロシアの教会の方がめっちゃ上手でやってる。めっちゃ綺麗よ。人数が多いんだもん、人数も多いし、やっぱり日本の伝統大好きなの、そこ、柔道から入って、レスリングとか。全然そこの大会、日本のアマチュア大会より全然面白い。あとみんなよく研究してる。体作りも大事にしてるから、思考から入ってるのすごい上手みんな。全然ヨーロッパの方がね、すごく強い。やっぱりわんぱくから高校までやっぱり学がないんだよ、教える人は。だからこれが損失なの、私たち。日本に。いや、そこで、ないんだから、ここで辞めるのが多いんだよ、中学生。そう、やっぱり真中がないんだから、中学生ですから体験もなくなったないんだよ。だから、あるで言っても、昔みたいにやっぱり少ないんだ、今。自分たちが育っていかないとダメ。野野球、サッカー、ラグビー、何が全部大きいか、今。みんなやってね、子供の頃から。あるとこは元力士を教える人、あるとこおじさんを教えたりとか、そうじゃない、本当のプロが毎回時間があればプロがいてちゃんと指導する。
ことがすごい大事、体作りだからね。育ちやっぱり子供から育てなきゃダメだし、なんかそういうことすごい大事なと思うし、やっぱり最後までこの伝統の相撲の伝統は最後まで残ってほしいわ。ね、100年じゃないんで1000年先も。だってもうこんな長く100年一緒だよこれ。でみんなもう一つ注意すること、筋肉みんな必ずみんなもう筋肉マンになろうとしてて、だからみんな大怪我してんねん。お相撲さんの筋肉、そういう筋肉じゃないから。何つけてんのは分からないんだ。昔のお相撲さんの体見て、私の時代昔見て、のみんな腕今の立てだよ時代見て、みんななんかボディビルダーみたいになってんだ。そんな筋肉じゃなくて、パワーのが欲しいね。強い筋肉が欲しい。厚みが欲しい。こう、綺麗に筋肉見えるところじゃないんだよ。自然一応の体もそうだよ。お腹こうなってるけど、厚みがあるし、北天に見えれば、若島津見れば体に汗をけど、でもこの筋肉をやっぱり芯が強い。芯が強い。そういう傾向はだんだん少なくなる。みんなトレーニングばっかり撮影してるもん、なんだこいつだと思うもん。昔はね、御徒町のチームずっと行ってたよ。そこまでやらないよ、もう。僕も力だけ。いやいや、俺、リハビリと一緒だよ。ちょっとやればいいんだよ、これ。あんまりやりすぎても硬くなって、それで怪我する。そこは怪我する。だからちょっとだけ。僕もともとパワーリフターだったから。授業上げでやってた、高校時代。その流れでずっと、やっぱりパワーリフティングだから、厚み、パワーだけのやつばっかりやってた。だから全然その時全然200キロ持ち上げる。今みんな、うわ、150キロやってんなんだ、これやってんだよ、150キロ。そんなクソでもないよ。そう、やっぱりね、今やっぱりお相撲さんはやっぱり怪我が多いとか、やっぱりね、脂肪がないんだよ、体あんまり。すっごい多いでしょ、怪我。で今のお相撲さん、まあいつも見て、お相撲さんがトレーナーが分からないよ。そのぐらいの。見てもだから、これやって、そうじゃないでしょ。結構やらないと。結局最後になってね、心の中に気持ちでやる気があるだけで、それが一番親方大変だと思う。その一人一人の力士の気持ちをどうやって前向きにすると、目的をなんでこうはっきり見えるところが本当の仕事だよ。親方として一番大変なところだよ。俺らだったら暴れてるよ。せっかく的に違うから多分教会に残る。多分教会に残っても多分残ったままずっと喧嘩してるよ、どの親方で。多分首捨てるよ、もう首。いや、首がらないもん。絶対しっこいから俺首がらないようにやるもん。いや、本当に。やっぱりこの文化は残してほしい、最後まで。やっぱり子供もね、私まあ子供いるんだ息子が、それ相撲さんになりたいなって言ってる。だから今、まあ相撲やってるよ。まあお金持ってるスポーツも生かそうかなと思った途中から。フットボール行けとか言っていや、本当に。なんでそうやらんだって言われると、やっぱり僕はもう、相撲好きや。好きだけでもないし、もうことだけど、それ以上に、やっぱりこう、残っていける人たちしか何人しかいないんだよ。この世界で。強くなって残って活躍すること少ないんだよ。歴史探しても。だからそれをやっぱり、お金より買えないものだ。歴史に残るから。それやっぱり大きいね。でもお金なくてな。お前はちょっとやれ。でこうやってね、親方も僕、今の時間に、まあ、時々できるだけ応援しに来るし、じゃあ、ちゃんこでしょ。まあ、ちゃんこもタダだし、それも可愛いね。質問の一つにそれもあったんですけど、本当はなぜ小西さんはここに来て指導するのかっていう、その部屋も違うのに大きな理由は親方のためより僕のため。やっぱり精神的に僕の仕事も結構ストレスあって、稽古場来るとすっごいホッとする。この雰囲気。いや、分かる。大体、まあ、相撲やってる人は大体分かる。こっち来てから落ち着くんだよ、気持ち。そういう気持ちがすごい落ち着くで、どんな朝早くても僕必ず行きたいの。奥さんにいいんじゃない休みに。いやいや、行く。何早いよ、俺外にいるんだよ、これ。何と思ってんだよ、今。いやいや本当に車去ってくる。もちろん。いや、来てるよ。いやなんで今日。いつも大体親方より先今に。いやいや、時間通り来るよ、私。その前にいるんだよ。
ゆっくりしろって言ってる。でも本当にその本当のことだよ。じゃあ最後はまあこの相撲を文化として伝統をまあ守り続けていくためにまあ一言なんかメッセージじゃないですけど。いや守るとやっぱり、まあ、メッセージよりいや次の人にやっぱりタッチしてほしいんだ。またね。やっぱり次の人に教え方はその守ってほしいんだ。それだけだよ。やっぱりここでストップしてもう先がなくなるよ。だからこのやっぱり後輩とかまあ残ってる教会にいるな親方衆にやっぱり守ってほしいんだ最後まで。ね、みんないつかいなくなるんだよ。ね、やっぱり話は残るんだこれやってるものも残るんだからやっぱり見て覚えた方がいいよ。あ、これ僕やった最後。僕見てあ、伝統文化をカツ丼もらうわけよ。伝統文化はね強いものない金に買えないものだから。買えないよこれ。 1キロですか？おう、白い。あっちも美味しい。珍しいのよ。真っ黒なごまでみんな食べたことないと思う。食べさせてやろうと思って待ってたんだわ。ストレス発散になりますね、お互いに。やっぱなんか誰かと普段部屋の人以外と喋ってるのってなんか